こんにちは。業務。ダミョン。今日も方程式を解いてみましょう。問題はこちら。次の等式を満たす複素数 z をすべて答えよ。ハイパボリックコサイン z イコール0。ハイパボリックコサイン z は双曲線関数の一つで、2乗のハイパボリックコサイン z マイナス2乗のハイパボリックサイン z イコール1を満たします。まずは双曲線関数を明示的に定義しておきましょう。指数関数を用いてこのように表せます。とりあえず表記はしましたがハイパボリックサイン z は使わないので無視していいです。この定義に従って与えられた式を書き換えてみましょう。両辺に2倍の e の z 乗をかけると等式は e の z 乗の二次方程式と解釈できます。二次方程式として解を求めてもいいのですが、指数の部分について解けばいいのでまとめてしまいます。ついでに両辺にマイナス1を足しておきましょう。ここで両辺の自然対数を取って、両辺に2分の1をかければ解を得られます。黒板にある対数関数は複素関数なので、同じ引数に対する値が無限に存在します。だからこの方程式の解も無限に存在するんですね。一つ目の解法はこれで終わり。スタンダードな解法でした。次に進みましょう。後で補足しますが、ハイパボリックコサイン z は予言関数と虚数単位 i を用いてこのように表せます。与えられた等式を変形してみると、三角関数の方程式になりました。双曲線予言関数の値が0に一致するような引数の値と言われてもわかりませんが、予言関数なら話は別です。とっても有名で、誰でも知っているような値ですよね。そう、プラスマイナス1倍の2分の π です。また、予言関数は周期2 π の周期関数ですから、その分の自由度も持たせておきます。今言った値をうまくまとめるとこう表せちゃいます。単に 4n プラス1と 4n マイナス1の集合が 2n プラス1の集合に一致するだけですけどね。ここで両辺に i をかけることで解を得られるわけですね。二つ目の解法は予言関数を用いた短縮解法でした。有名角の三角関数の値を利用したのでとても限定的な解法で、横着とも言えるかもしれません。二つの解法それぞれで得られた結論としましては、次のように言えることでしょう。ハイパボリックコサイン z イコール0を満たす複素数 z は無限に存在したんですね。整数の集合と同じ大きさなので加算無限個です。また、実数体にはない数のようですね。答えよとありますがこれで全て答えたことになりますよね。一つ一つ読み上げないといけなかったらこの動画は終わりませんよ。さて、補足です。補足1、オイラーの公式です。任意の複素数 z に対して e の iz 乗イコールコサイン z プラス i サイン z が成立します。解法2ではほとんどこれを用いただけで回答が完了してしまいました。三角関数と指数関数を相互に入れ替えて表示することができるので、どちらかに都合の良い時には便利です。今日は三角関数が有利な問題でしたが、大抵は指数関数に書き換えられるのが便利なようですね。次にオイラーの等式。オイラーの公式の z イコール π の時の特別な場合です。単に見た目が綺麗なのでもてはやされています。そう呼ぶというだけでこれ自体が回答に大きく役立つというわけではありません。オイラーの公式を利用すると任意の複素数 z についてこのような関係が見えて、三角関数を指数関数だけの表記に書き換えられるわけです。これを見ればコサイン -iz がハイパボリックコサイン z に一致することがわかりますね。解法2で何が起こったのかがわかったと思います。続いて補足2。この問題に対する私の解釈です。2分の e の z 乗プラス e のマイナス z 乗イコール0より、次のことが言えると考えました。その数のマイナス1倍の値とその数の逆数が一致するような複素数はプラス i とマイナス i の2つ限りのようです。その数を z だとしてその関係を式にしてみるとこう表せます。ここに両辺をマイナス z 倍してみましょう。すでに書いてありますが、これは虚数単位の定義と全く同じですね。だからなんだと言われてしまうと困りますが、そういうことなのですよ。解の範囲を資源数に拡大してみても虚数単位だけが解になるのでしょうか。もしくは演算の規則が変わるのでそれすらも解にならないのでしょうか。少し気になりますね。と煮え切らない疑問を投げかけたところで今日の動画はここまでです。この動画で私があなたの役に立てたのならこの動画の高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後に、妙な板書をご覧になってください。